使用するのはこちらの糸です。ケイト・ピエロさんのシャンベルという糸になります。素材は麻 100% ですね。手触りはさらっとしていてシャリ感のある極細の糸になります。レース針は2号を使っていきます。最初の作り目だけ一つ大きい0号を使ってもいいです。レース針の場合は数字が大きくなるほど針が細くなっていきます。かぎ針とは逆になりますので注意してください。最後に形を整えるとき、ブロッキングに使うフォークピンです。なければ待ち針でもいいです。作り目は鎖編み289目編みます。これは96の倍数プラス1となりますので、サイズを変更したい方は、それで計算してみてください。この96目は何かというと、裾の部分は6目1模様なんですね。ネット編みの花の模様は32目1模様ですから、6と32の最小公倍数が96ということになります。で、96目変更すると33センチぐらいサイズが変わってきます。もう少し細かくサイズを調整したい場合は、ネット編みの方の32目の倍数プラス1で作り目をします。そうすると裾の模様の目数が合わなくなります。その場合は両サイドに長々編みを足すなどして調整すると良いと思います。では実際にやっていきます。作り目は鎖編み289目です。鎖編み289目編みました。ところどころマーカーを入れて数を確認しながらやっていくといいと思います。見本は97目でやっていきます。1段目は立ち上がりの鎖3目を含めて長編み289目編みます。では1段目をやっていきます。まずは立ち上がりの鎖3目ですね。これは長編み1目の代わりになります。そして針にかかっている目から1、2、3、4、5番目。5番目の目に長編みをします。次の目にも長編みをします。ここは特に裏山でなくても鎖の向こう1本を拾って編んでも大丈夫です。では1段で289目長編みをしていきます。では2段目緑の部分をやっていきます。では立ち上がり鎖編み4目です。続けて鎖編み2目編んで向きを変えます。次は長々編みですから針に2回糸をかけます。ここはすぐ次の目に未完成の長々編みです。もう一度針に2回糸をかけて1目飛ばして次の目に未完成の長々編みです。針に2回糸をかけて1目飛ばして次の目に未完成の長々編みです。これを一度に引き抜きます。長々編み3目一度になりました。次は鎖編み5目です。針に2回糸を巻いて1目飛ばして次の目に未完成の長々編みです。針に2回糸を巻いて1目飛ばして次の目に未完成の長々編み。針に2回糸を巻いて1目飛ばして次の目に未完成の長々編み。これを一度に引き抜いて長々編み3目一度を作ります。
次は鎖編み5目です。次は長々編み3目一度します。ではこれを繰り返し端まで編み進めていきます。編み終わりのところをやってみます。最後、長々編み3目一度押して、ここが1目、立ち上がりの鎖3目のところですね。1目余っているはずです。では、ここは鎖編み2目編んで、長々編みを立ち上がりの鎖3目のところに編み入れます。次は3段目オレンジのところを編んでいきます。立ち上がり鎖編み4目です。向きを変えて長々編み3目一度したところに長々編みを1目編みます。鎖編み1目、同じところに長々編みを1目編みます。鎖1目、もう一度同じところに長々編みを編みます。次は鎖1目です。長々編み3目一度したところに長々編み、鎖1目、同じところに長々編み、鎖1目、同じところに長々編みです。鎖1目という形で繰り返し端まで編み進めていきます。では編み終わりのところをやってみます。長々編み鎖、長々編み鎖、長々編みと編んであります。ではここに立ち上がりの鎖4目とその後鎖2目、合計鎖6目ありますので、下から4番目の鎖に長々編みを編んで終わります。4段目はすべて長編みで編んでいきます。立ち上がり鎖編み3目です。向きを変えて下の長々編みに長編み、鎖を側にすくって長編み、長々編みに長編み、鎖を側にすくって長編み、長々編みに長編み、鎖を側にすくって長編みという形で、長編みが全部で289目ですね。編み進めていきます。編み終わりのところです。最後は立ち上がりの鎖4目のところも忘れずに長編みを1目編んでおきます。では続けて5、6、7ですね。2、3、4と同じ編み方になりますので、7段目まで一気に編んでしまいます。裾の部分ができました。ネット編みを編み始める前に一つお話をしておきます。糸をつなぐところですね。これは両端でつなぐことをお勧めします。ネット編みの部分でつなぐとうまく糸を隠すのが難しくなります。両サイドで糸をつなぐことをお勧めします。ではここからはネット編みで小花の模様を編んでいきます。まずは1段目ですね。鎖編み5目、細編み、鎖編み5目、細編み。これを繰り返し編んでいきます。鎖1目で立ち上がって向きを変えます。根元に細編みをします。鎖編み5目、
3目飛ばして4つ目に細編みです。鎖編み5目。3目飛ばして4つ目に細編みです。では繰り返し端まで編んでいきます。編み終わりのところをやってみます。最後は立ち上がりの鎖3目のところに細編みをします。2段目の編み図がこちらになります。2段目も鎖編み5目細編みと編む段になりますが、編み始めと編み終わりだけ少し注意が必要になります。実際にやってみます。鎖編み5目編んで向きを変えます。鎖を側にすくって細編みをします。鎖編み5目編みます。下の鎖5目を側にすくって細編みをします。鎖編み5目。下の鎖5目を側にすくって細編みをします。ではこれを繰り返して端まで編んでいきます。では編み終わりのところをやってみます。ここまで編んだらここで終わりではなく、鎖2目編んで最後下の細編みのところに長編みを編みます。次は3段目です。3段目から花の模様が入ってきます。やってみます。鎖1目で立ち上がって向きを変えます。側にすくって細編みをします。鎖編み5目。側にすくって細編みをします。次の鎖を側にすくって長編みを3目編みます。鎖編み3目編みます。同じ鎖を側にすくって長編みを3目編みます。次の鎖を側にすくって細編みを編みます。こんな風になります。ここからは鎖編み5目。次の鎖を側にすくって細編み。これを6回繰り返し行います。鎖5目のループが1、2、3、4、5、6。6個編めました。では次は長編み3目。鎖3目。同じところに長編み3目。次の鎖を側にすくって細編みです。次からは鎖5目のループを6個編みます。鎖5目のループが6個編めました。次は長編み3目、鎖3目、長編み3目と編みます。これを繰り返して端まで編み進めていきます。端まで編んできたら最後は鎖編みのループを5回編んで終わります。下の鎖を側にすくって細編みです。4段目の編み図がこちらになります。玉編みで花びらを編んでいく形になります。鎖編み5目です。向きを変えて下の鎖を側にすくって細編みをします。ではここから鎖編みのループを4回編みます。立ち上がりの分とそこから鎖編み5目のループを4回編みました。この位置まで来ています。ここから玉編みをしていきます。長編み3目の玉編みです。
未完成の長編みを3回編んで、一度に引き抜きます。鎖編み3目編んで、この鎖を側にすくって細編みです。次は鎖編み3目、そして長編み3目の玉編みを編みます。未完成の長編みを3回編んで、一度に引き抜きます。鎖編み3目、鎖を側にすくって細編みをします。鎖編み3目編みます。長編み3目の玉編みを編みます。未完成の長編みを3回編んで、一度に引き抜きます。次の鎖を側にすくって細編みをします。次からは鎖5目のループを5回編みます。鎖5目のループを5個編みました。この位置まで来ています。では先ほどと同じようにやってみますね。長編み3目の玉編みを1つ編みます。鎖編み3目編んで、側にすくって細編みをします。鎖編み3目編んで、長編み3目の玉編みを編みます。鎖編み3目編んで、側にすくって細編みをします。鎖編み3目編んで、長編み3目の玉編みをします。次の鎖を側にすくって細編みです。次は鎖5目のループを5回編んで、花の模様を編んで、という形で繰り返し端まで編んでいきます。端まで編んできました。では編み終わりをやってみますね。ここは鎖2目編んで、下の段の細編みに長編みを編みます。次は5段目をやっていきます。鎖1目で立ち上がって向きを変えます。側にすくって細編みです。鎖編み5目編んで、この鎖3目のところ、ここに細編みをします。鎖編み5目編んで、玉編みの目のところです。ここに細編みをします。鎖編み5目編んで、この鎖3目、ここを側にすくって細編みをします。次は鎖編み5目。鎖を側にすくって細編み。鎖編み5目。鎖を側にすくって細編み。繰り返し編みます。花の模様のところをもう一度やってみますね。鎖編み5目。鎖3目を側にすくって細編みをします。鎖編み5目編んで、玉編みのところに細編みをします。鎖編み5目編んで、鎖3目を側にすくって細編みをします。鎖編み5目編んで、次の鎖を側にすくって細編みです。ではこれを繰り返し端まで編んでいきます。編み終わりのところをやってみます。鎖編み5目編んで、この鎖を側にすくって細編みをします。
では5段目まで編みましたので、6、7、8と一気に編んでください。偶数段と奇数段では編み始めと編み終わり、やり方が変わっていますので、ここは気をつけて編んでみてください。8段目まで編んだところです。9段目から12段目は3段目から6段目と同じ編み方になります。ただし、花の模様の位置が変わってきますので、編み図を確認して編んでみてください。12段目まで編んだところです。では、この後は1段目から12段目を繰り返して、動画と同じように編む方は80段まで編み進めます。または、好みの長さの偶数段まで編み進めます。80段まで編むとこの状態になります。またはお好みの長さで偶数段で終わっているかと思います。ではここから鎖3目細編み、鎖3目細編みという形で編んでいきます。鎖1目で立ち上がって向きを変えます。側にすくって細編みをします。鎖3目です。側にすくって細編みをします。鎖3目。側にすくって細編み。鎖3目。側にすくって細編み。ではこれを繰り返して最後まで編んでいきます。編み終わりのところです。鎖3目編んで、側にすくって細編みをします。次からは長編みで2段編みます。1段、立ち上がりの鎖も含めて289目になります。では、立ち上がり鎖編み3目です。向きを変えて、鎖編み3目のところを側にすくって、長編みを3目編みます。細編みのところに長編みを1目編みます。鎖3目のところを側にすくって長編みを3目編みます。細編みのところに長編みを編みます。ではこれを繰り返して1段289目で編んでいきます。次の段もすべて長編みで編んでいきます。長編みを2段編んだところです。ではここから編み地を1周細編みで編んで縁を整えていきます。では鎖1目で立ち上がって向きを変えます。根元に細編みです。長編みのところは1目に対して1目細編みで編み進めていきます。では角のところまで編んでいきます。では角のところをやってみます。ここは立ち上がりの鎖3目のところですね。3つ目の鎖、ここに細編みを3目編み入れます。そして鎖2目のところは側にすくって細編みを2目編みます。次は長編みのところですね。長編みの頭に細編みを1目。長編みの足に細編みを2目編みます。次は細編みのところですね。細編みを編みます。次は長編みを編んだところ。ここは細編みを3目編みます。次は細編みのところですね。細編みを1目編みます。次は長編みのところ。ここは細編みを3目編みます。ではこれを繰り返し、裾の模様の手前まで編み進めます。では裾の部分の拾い方をやっていきます。
まずここは長編みですね。頭のところに細編み。長編みの足に細編みを2目編みます。次は、鎖編み4目の立ち上がりのところですね。一番上の鎖のところに細編み。あと鎖3目分ありますので、細編みを3目編みます。次は長々編みの部分ですね。長々編みの頭に細編み1目。長々編みの足のところに細編みを3目編みます。次は長編みですね。長編みの頭に細編み。足のところに細編み2目です。では同じ要領で角まで編み進めます。角のところです。角は細編みを3目編み入れます。この後は1目に対して1目細編みで編み進めます。こちら側のサイドは反対側と同様の目数で編み進めます。一周編んできて、最後のところですね。最初に細編みを1目だけ編んでいますので、同じところに細編みを2目編んで、最初の細編みに引き抜いて終わります。ではこれで糸始末しておきます。では糸始末する前に編み地の裏表を確認します。花の模様を見て、上の3枚の花びらの長編みが表を向いている方、こちらを表とします。では裏側を向けて、裏側に糸始末していきます。紐の編み図はこちらになります。編み地に編み付けていく形になります。では実際にやっていきます。ここは長編み2段編んだところですね。この細編みが一番角の細編みになりますので、その次の目です。ここに糸をつけます。鎖1目で立ち上がって、根元に細編みをします。ここから細編みを4目編みます。全部で細編み5目ですね。細編み5目編めました。では次の段です。鎖編み3目で立ち上がって向きを変えます。1目飛ばして次の目に長編みを2目編みます。鎖編み1目です。同じ目に長編みを2目編みます。次は1目飛ばして最後の細編みですね。ここに長編みを1目編みます。次の段です。鎖編み3目で立ち上がります。向きを変えて、長編み2目と長編み2目の間、鎖1目のところを側にすくって、長編みを2目編みます。鎖1目。同じところに長編みを2目編みます。
ここは立ち上がりの鎖3目のところに長編みを1目編みます。もう一度やってみます。鎖編み3目で立ち上がって向きを変えます。鎖1目のところ、側にすくって長編みを2目編みます。鎖1目、同じところに長編みを2目編みます。立ち上がりの鎖3目のところに長編みを1目編みます。ではこれを繰り返して好きな長さまで編んでいきます。実際の作品では70センチほど編みました。では好きな長さまで編んだら一旦糸を切って糸始末します。最後は紐も一周細編みで周りを拾っていきます。まずはここに糸をつけます。そして細編みのところに細編みをします。ここは長編みの足ですね。細編み2目編みます。長編みの頭のところに細編みを1目編みます。ここは立ち上がりの鎖3目のところ。まずは細編み2目編んで、ここですね、長編みの足が入っているところに細編みをします。長編みの足のところは細編み2目。長編みの頭に細編み。ではこれで端まで編んでいきますね。じゃあここまで編んできたら今度この向きで編みますね。側にすくって細編み1目。長編みに細編み。長編みに細編み。鎖1目を側にすくって細編み。長編みに細編み。長編みに細編み。側にすくって細編み。この後は反対側と同じ目数で拾います。では最後のところですね。一番下の細編みのところに細編みを編んで、こちらの細編みに引き抜いて終わります。では反対側も同じように紐を編みます。仕上げに水通しをします。そして編み地の形を整えてピンを打ち、完全に乾くまで置いておきます。